こんにちは。はみ肉チャンネルです。米沢を満喫したので、県道2号を南下して桧原湖方面を目指します。西東スカイバレーと呼ばれるこの道、紅葉の季節が通り過ぎようとしています。天元台というリゾートがあり、そこに行きたい温泉があったんですが、すでに冬季休業。外観だけでも見れないかと車で上に登っていきます。一つ目は日本人を守る会の東旅館。5つの露天風呂が標高1600メートルの場所にあります。明治35年の開湯、民家がそのまま温泉宿になったような素朴な宿。夏季冬季営業の間の今は休み。2軒目は滝宮さん。最上川の源流に位置する秘境の宿。車ではたどり着けない秘境です。木々に覆われた山肌と最上川の源流を眺めながらの入浴は格別だとか。米沢駅から車で1時間プラス徒歩20分、途中の吊り橋が冬季閉鎖するので営業は11月初旬まで。今はもう閉まってますが、来年はぜひ行ってみたい宿です。ロープウェイの駅まで行きましたが、ここで通行止め。仕方なく山を降ります。しかし麓にもいい温泉がありました。白布温泉不動閣は以後本因坊戦が行われた大正時代の建築を移築したもの。旅館の向かいの山に不動様が祀られていることに由来し、不動閣と命名されました。お金何にも不動閣だから不動閣だから不動尊があるんだな、ほら。清掃中って書いてある。本当だ。日帰り入浴は始まってませんでした。外の景色を眺めながらしばし待ってから入店します。やってないの？露天風呂と内風呂がいただけます。まずは露天風呂へ。紅葉の岩肌が望める絶景露天風呂でした。お湯はすべすべ、長湯ができるちょうどいい温度。紅葉の最盛期に来たらどんな風景が現れるんだろう。内風呂はオリンピック風呂。景色をゆっくりと眺めていただくためにオリンピックプールのように長くなってます。男風呂で18メートル。これはすごい。面白いな、ここ。この出身だとか。猿ってこんなになるんだ。昔のスキー板とか。楽しいお湯でした。ありがとうございました。白布温泉でもう一軒、近くにある西屋さん。湯滝の宿とあるので、いい滝が見えるのかな。1時間に1本だね、やっぱね。湯滝の宿西屋は西暦1312年白布温泉開湯後ほどなくして創業。以来欧州の三高湯の一角としてこの地で営業を続けています。上杉藩直江景次の命を受け、藩の事業を助けた記録もあるそうです。館内は歴史を感じさせる重厚さとモダンなセンスが融合した素敵な空間。私もアコースティックなんですよ。いよいよお風呂です。なんかすごい音してますね。すごいね。うわあ、滝が見えるんじゃなくてお湯が滝なんですね。これにはびっくりでした。西屋の湯滝風呂は江戸時代中期に東山麓の御影石を切り出して作られ、当時の原型を保っています。
打球は思ったよりも温かく、打たせ湯のようにすると心地いいです。とにかくお湯の量に圧倒されます。打たせ湯っていうか、滝すごいね。すごいね。びっくりしたね。これはいいよ。はい。ありがとうございました。いやー、よかった。ね。泊まりたいとこがどんどん増えてるね。ね。温泉まであるのか、すげえな。桧原湖に降りる県道2号線が通行止めで大きく迂回、北方を通過して桧原湖の下の方に向かいます。さすがラーメンの街、恐ろしいメニューがたくさんありました。でもピザの生地は麺なんだよ。リアル。で、あ、下がラーメンの麺切ってあるの？あ、違うな、ご飯。明日は桧原湖に行くので、なるべく桧原湖寄りの寝床 RV パークがあったので予約をしました。標高650メートルから750メートルのエリアをウェブで予約、チェックイン手続きなしで電源付き。650メートル駐車場サイトなら価格もお手頃でした。猪苗代観光ホテルがすぐ近くです。ホテルがあるんだよな。シーズンオフで季節閉鎖ギリギリのタイミング、辺りは真っ暗で誰もいません。思った以上に真っ暗。トイレ電源はちゃんとしています。こうなったら車内で編集に没頭して早く寝ましょう。真っ暗で静かでよく眠れました。こんな場所だったんですね。ここは650メートルエリア、上の750メートルならもっと眺望がいいはずです。次回はオンシーズンに来ます。今日はこんな感じで桧原湖に向かっていきますが、出発してすぐに混雑に巻き込まれます。羽津神社は会津藩の初代藩主を祀っており、紅葉の名所としても知られているようです。偶然見つけた紅葉の名所、素晴らしい場所でした。それは熊出るよな。磐梯山を右に見ながら進みます。磐梯山ゴールドラインか。これ言っとかないとね、どこだかわかんないんですよ。喋ってた今回の動画。これは降りないけど。降りないの？降りないけど。降りないの？なんでよ。寒いから。1時間30分ほどで裏磐梯物産館駐車場に到着。五色沼を散策します。紅葉はもう終わってるかな。ああ。いいよな。何？最近？2日。2日だからちょっと前だよね。鈴持ってこなくていい？いいよ。うわあ、綺麗だね。青沼。ここでちょうど日が出るといいね。ね。うっすらとお日様が顔を出してくれました。うわー、やっぱ綺麗だ。ああ、陰る。早く今だ今だ。青いな。日が出てよかったですね。
青沼だと思う。青馬とかもあるならそうじゃない。山もあって綺麗だ。な。もういいね。いいね。いいね、いいね。1888年の磐梯山水蒸気爆発により川がせき止められた結果できた五色沼五将軍。いつ来ても素晴らしいところですね。昨日行けなかった桧原湖の北側に移動します。桧原湖結構でかいんだよな。ね、大きいね。桧原湖は裏磐梯最大の湖で、その美しい景色から裏磐梯の宝石とも呼ばれています。カヌー、カヤック、冬はワカサギ釣りなどで賑わうため宿も多く存在しているようです。Google マップの写真が素敵で訪れた宿、電話で確認したら準備してくれたようです。単純温泉で肌触りの柔らかいお湯、温まります。いいお湯でした。なんか下の根元の方がピリッピリッじゃないな、ギュッてするようなこう変わった味のする無色透明のいいお湯でした。本当はこっちに入りたかったな。露天風呂があるんだけど今日は、準備中だそうです。よいしょ、いい感じだな。はい、土足ではないので、ああいいね、欲しいね、入りたかったね。宿のおば様がごめんね、今日は露天入れないのよとおっしゃってました。いえいえ、突然お邪魔したのはこっちですから。眺めも抜群。桧原湖半時計回りに進みます。桧原湖の北西に有志で作ったテントの温泉がありますが、前回訪問時には雪で潰れていました。復旧しているか見たくてここまでやってきました。この右あたりにテントのお風呂があったんだけど、前来た時は潰れてたんだよね。目的地は右側です。お疲れ様でした。これダメ？あ、ダメだね。前と同じだな。残念ですね。やってないですね。復帰するんでしょうか。旅館タバコ屋。ここも入ってみたかった一軒。名前が個性的ですよね。タバコ屋と兼業で民宿を営んでたんでしょうか。旅館タバコ屋。あ、日帰り温泉休業中。残念だな。源泉かけ流し、厚めで鮮度のいい湯と評判です。桧原湖の西を南下していきます。これも赤べこなんだ。もこもこポーチ。ダリの作品が多く見られる美術館、アンナガーデンの器の店本田屋さんのおすすめです。ダリの本物の作品は結構面白かった。美術芸術に興味がなくても一見の価値ありです。何よりこの建築が美しい。今夜は道の駅裏磐梯で車中泊ですが、一度猪苗代まで降りていきます。猪苗代に来たら必ず食べたい絶品の馬刺しです。あるね。全然あるね。売り切れを心配していましたが間に合ったようです。ランチできます。
会津ブランド認定の大変貴重な最高級の国産馬刺し馬肉を扱う専門店。お値段もそれなりにしますが、ここのを食べたら他のは食べられません。すごいね。光り輝いてるね。はい。味噌、酒。ああ、もう幸せ。5日目。5日目か。お疲れ様です。だなこれ。もう味噌がうまい。多分この味噌はめっちゃうまいね。美味しいな。美味しい。あ、やべえ。もうすぐなくなっちゃうね。ねえねえ、これ一口で食べちゃうの。食べてるけど、のんべえのご飯だねこれね。豆腐が割といいよね。うん。6時10分終了。もう寝れる。6時20分就寝。かな。夜11時起床。起床じゃなくて。やっぱり寝てられません。現在朝2時、よく寝た方です。嫌ですね、じいさんは。仕方がないので次の目的地の近くまで移動します。熊男に衝突しないといいんですが。道の駅喜多方にやってきました。今日はここからスタート。喜多方の少し北にあるひなびた温泉場、厚塩温泉。約600年前、慈眼寺の元王神将によって開かれたと伝えられています。慈眼寺、なんとなく雰囲気のあるお寺。平安時代初期に空海が建立。その後、元王神将が慈眼寺と号を改め、総道宗寺院として再興しました。御朱印もここで売ってるんだ。共同浴場に入るには慈眼寺前の商店で料金を支払う必要があります。泉質は含土類食塩泉。源泉温度は72度、よく温まる塩辛く苦みのあるお湯。特徴のある名湯だと思います。治ってみんな、ここで治ると思って入ってる人もそうだけですよ。毎日帰って。そんな薬効があるとこなんだ。ここで膝も治したし。ここで医者でなくてここで治ったと思って。医者なのあれなんで。まあね、みんな病院で死んじゃいますからね。生活の拠り所となっている共同浴場。こういう場所は必要ですよね。いろいろな意味でいいお湯でした。女性の脱衣所と浴槽は一応仕切られています。しょっぱい温泉。すんごいしょっぱい。昔は赤かったって言うけど、今はね、ちょっと濁った、青みがかった濁りになったけど、地震で鉄分がなくなっちゃったのかな。暑い暑い。厚塩温泉には5、6軒の温泉施設があったといいますが、現在営業しているのはここともう1軒のみ。全部閉まっちゃったって言ってるけど、70度の色、すごいしょっぱいんだよね。ここは入れるわけじゃないんだよね。昔は入れたんだね、きっとね。でもさ、仕切りが立ち上がると、向こうも立ち上がると顔が見えるぐらい。でも入れなくはないと。いや、ちょうどよかった。すんごいしょっぱいの。すげえ、岩手、どっから来たんだって言うからさ、岩手からです。たまたま見つけたんですよ。このお湯がいいんだよ。俺なんかね、皮膚がこれで治したんだ。医者で治ったなんて思ってねえんだ俺は。そうですよね。みんな医者やったら死んじゃいますからね。なんかね。なんかいい温泉でした。
頑張れ厚岸温泉。なんだろうなと思ったら、日中戦記念館ってどういう意味なんだろう。日中線っていう電車の路線があったんですね。国鉄日中線は福島県会津地方の喜多方駅と厚岸駅を結んでいた 11.6km の鉄道路線。1日朝夕3往復しか列車が走らなかったような閑散路線ということもあって、1984年3月31日にさよなら日中線号が運転され、翌日付で全線が廃止されました。終着駅であった厚岸駅の駅舎は日中線記念館として保存され、当時の面影を今でも見ることができます。駅舎はメートル単位の間取り構造で、当時としては稀なヨーロッパ風の建物。喜多方に来たからにはラーメンを食べて帰りたいということで人気店にやってきました。品そば。平日の朝10時ごろ、意外と早く座れました。スタンダードなメニューを注文。僕が休みなんだ。よかったね。ありがとうございます。いただきます。それでも結構お肉入ってるな。だってさ、見た感じそうだった。全然。まだいいよ。うまいね。やっぱり大行列の理由がありますね。あっさりとコクのある黄金スープは薄すぎず濃すぎない絶妙な塩梅。店から出たらご覧のように行列ができてました。ちょうどタイミングよく入店できたんですね。これ昼時どんだけ並ぶんだろうね、これね。喜多方はラーメンの町と思われそうですが、昔はそうではなかったそう。もともとは美しい蔵が有名で、観光客は駅から馬車でここまで来て蔵を見学したそうです。 NHK の番組から人気に火がつき、人が押し寄せたそうですが、通り過ぎるだけでお金を落とさない。それならばというわけでラーメンを名物にし始めたそう。ここのご主人がいろいろと教えてくれました。ただね、皆さん喜多方ラーメンイメージはちょっと喜多方は蔵の町なんですね。そうなんです。天井もこれ会津の漆塗りだから。すごいね、漆塗りの天井なの。漆塗りなの。そして大切なものはこっそりその屋根が2階にしまい込む。生活の蔵だから喜多方は蔵のないうちには読みがない。そりゃ男立てながら。そうそう。だからつまり誰でも分かっちゃうわけだ。あそこのうち蔵ね。じゃあ守る財産ねうちだってなっちゃうわけでしょ。だから喜多方は40で蔵さでね男は一人前じゃない。そういうふうに言われるぐらいで。喜多方の観光蔵場所って言ったら大変なにぎわいですよ。そうなんですか。やっぱりほら3.11のほらね、あれ印鑑蔵が動かしたかな。だけどお客さん戻ってこない。だからもう10年前でやめちゃって、一番最後があの馬車。ただ名前はね、馬車の駅ってそのまんま残して、結局駅の方からずっと皆さん馬車に乗ってくるんですよ。そして乗って必ずこの駐車場で降りて人参あげたり写真撮ったりってのもここでやってたの。だから駐車場も広くなってるんですけど、そういうあれがあったの。いろいろとお話を聞いてから辺りを散策すると、確かに街中蔵だらけ。知らなければ見逃していたでしょう。ワイン蔵って書いてあったね。ワイン蔵って書いてあったね。てっきり飲み屋さんかと思っていましたが、外観が素敵なので見に行ってみました。たまたまオーナーさんが通りがかり、中に招き入れてくれました。中はワインセラー。
で蔵は温度管理しやすいので、ワインセラーにちょっと改装しまして、なるほど。下に敷いてある石が調湿作用があって湿気を吸ったり吐いたり。蔵は調湿作用や温度管理のしやすさからワイン貯蔵に向くそうです。ご主人はソムリエの資格者。私も相談させていただいて1本選んでいただきました。2000円程度のものでとっても美味しかった。歌ってくださったのがあって、もうすごい良かったです。あとなんか地方を弾く方が蔵の中でやってみたい。蔵の特性を生かし、コーラスやチェロ演奏などの演奏をすることもあるそうです。公開しているわけではないようですが、可能であれば聞いてみたいですね。あれ、赤白どちらがあ、いいですね、これ。2階はダイニングがあり、定期的にワインの試飲会が開催されるそう。っていうんで、みんな。なんか蔵ないと嫁さんが来ないって。その頃は一丁前じゃないと言われた時代が。本当にそうなんだ。蔵を改装したワイン蔵、素敵でした。いろいろとお話を聞かせていただいて楽しかったです。ありがとうございました。少し南下して会津で一泊。今日はどうやら雨模様です。一応会津観光しようと車で移動します。長い車中泊旅、温泉ばかりではさすがに疲れます。サザエ堂にやってきました。ここは無料駐車場と看板があったので駐車しましたが、お土産屋さんの駐車場になっており、駐車したらぜひお店で買い物をというスタイル。付近の駐車場料金を考えたら全然ここで OK と思います。こわもてのりさんのトークも最高です。はいはい、すみません、ありがとうございます。それで、この駐車場はですね、物産センターというお店で経営してますから、で50年間これ両方やってます。お金でおりませんので、ぜひ直営のこの物産センター売店ね、こちらお帰りぜひご利用ください。ありがとうございます。どうも。帰りにこちらで漬物を購入しました。急な階段を上らずとも参拝できるエレベーターが完備されています。全然覚えてないけど。サザエ堂、正式名称は円通三層堂。独特な二重螺旋構造を持ち、上りと下りで同じところを通らずに参拝できる珍しい建物。1796年に正蔵寺の僧である幾道が考案し建立しました。かつては堂内に西国33観音像が安置されており、サザエ堂を参拝することで西国33観音巡りと同じ功徳が得られるとされていました。ほら、サザエ堂の管理は所有者である飯森家が行っているということ。なんと個人所有なんですね。文化財に指定されていますので、当然公共機関が援助していると思いますが、大変なことです。参道の雰囲気が昔の観光地っぽくて好きでした。次回はいよいよ只見方面に向かいます。